こんにちは。今日は通訳ガイドの私と豊洲お台場の大満喫ツアー、幻想アートに贅沢こぼれ海鮮丼ランチ、そしてお台場の超絶景まで最高の一日をぎゅっと凝縮してお届けします。それでは行ってみましょう。今日ご案内するスケジュールはこちら。まずは豊洲からスタート。ゆりかもめの新豊洲駅を降りてすぐ、体験型アートミュージアムチームラボプラネッツです。今日はウェブの事前予約で10時半に予約しました。予約時間の15分前から入場できるようです。入り口近くに珍しいデザインの水だけ売っている自販機がありました。列に並んで入場します。館内はウォーター、アスレチック、ガーデンなどのエリアに分かれていて、最初はウォーターから進みます。ウェブ予約必須ですが、時間帯によって人数制限もあり、料金も違います。私は週末の午前中で5000円でした。ウォーターエリアの入り口、ここでは裸足になります。下に水が流れています。ルートの通りに進みます。こちらがクリスタルの世界。一歩足を踏み入れると、そこは無限に広がる光の宇宙。まるで無数の星々の中に浮いているかのような不思議な感覚に包まれます。ここに来たらぜひ立ち止まって、この光のきらめきに視界を委ねてみてください。床は鏡なのでスカートは避けた方がいいかもです。次の部屋に進みます。水の中を進みます。ここはプールのように膝下まで水に浸かり、水面には鯉が映し出されています。本当に鯉のいる池に入ってるみたいです。膝まで上げられるパンツでない場合、受付でショートパンツをレンタルできるみたいです。また水の中を進んで次の部屋に向かいます。ここは空間を埋め尽くす巨大な球体をかき分けて進むバルーンの部屋。球体に触れると色と音が変化し、その光の波がドミノのように空間全体へと広がっていきます。平面的な3色と曖昧な9色、12色の変化をする光に包まれて、自分が空間と一体になるような体験です。バルーンと人でぎゅうぎゅうでした。次の部屋です。ここは座って降り注ぐ花の生命を感じる部屋です。天
天井から降り注ぐ無限の花々。床の鏡にも映像が映り込み、まるで境界線のない宇宙に浮かんでいるような不思議なリラックス空間です。ここからはフォレストのエリアです。ここはキャッチング&コレクティングフォレスト。捕まえて集める絶滅の森です。専用アプリを使い矢を放って壁に現れる絶滅危惧種の動物たちを捕まえる体験型アートです。隣の部屋は海の中です。次のエリアに来ました。ここからはかなりアスレチック度が高いです。ここは滑り台ですね。ここは色とりどりのエアリアルクライミング。私もやってみました。連結されている棒が揺れるのですごく体力を使います。次は生態系を表現したグラフィティネイチャーの部屋を通ってバランス飛び石にやってきました。飛び石がぐらぐら揺れます。ここは人が踏むと飛び跳ねることができる球体の部屋。カラフルで目を引きますね。続いてやってきたのはガーデンエリアのフローティングフラワーガーデン。空間を埋め尽くすのはなんと1万株以上の本物の蘭の花。人が近づくとまるで意志を持っているかのように花々がゆっくりと浮かび上がります。花の中に溶け込んでいくような息を飲む美しさです。作品はここで終了。個人的な感想としては、小さい子には楽しい経験もあったと思いますが、大人が5000円の入場料に見合った満足感があるかといえば、人それぞれかもです。出口の先には、京都初のビーガンラーメンが味わえるスタイリッシュな屋外空間が広がっています。結構お客さん入っていますね。チームラボでの滞在時間は2時間半ぐらいでした。お腹を空かせつつ、いよいよ次のお楽しみ、千客万来のランチへ向かいましょう。ゆりかもめ沿いを一駅分歩きます。10分ぐらいですかね。市場前駅が見えてきました。駅と直結しているので、2階が正面入り口です。豊洲市場のすぐ隣にある2024年にオープンした大注目の新スポット、豊洲千客万来。江戸の古い町並みを再現した商業施設で、ここでは市場直送の新鮮な海の幸からこだわりの和スイーツまで、東京の美味しいがこれでもかと集結しています。和の趣を感じる街並みの中で、ひときわ目を引くのがこちらの刃物専門店極み。日本の伝統的な職人技で作られた本物の和包丁がずらりと並びます。料理の味さえも変えると言われる最高峰の切れ味を求めて、国内外から多くの方が訪れます。お気に入りの一本を見つけたり、旅の思い出に名前を刻んでもらうのも素敵ですね。もうお腹が空いたのでランチのお店を決めましょう。散策はその後です。今日はこちらのフードコートに行ってみます。江戸の街並みを再現したフードコート、よりどり町屋です。
通路の両側には魅力的なお店が壁一面にびっしり。海鮮丼から串焼きまで目移りするほどのグルメが並びます。市場直送の絶品グルメを扱うお店がこれでもかとびっしりの木を連ねています。まさに食のテーマパークです。お兄さんの元気な呼び込みに惹かれ、このお店に決めました。海鮮全部のせを注文です。本マグロ、ズワイガニ、サーモン、ブリ、貝柱、イクラ、赤エビが乗っています。見てください。この器からあふれんばかりに盛り付けられた海の幸。お店の人に具材を下のお皿に落として食べると食べやすいって言われました。一切れ一切れが分厚くて脂が乗ったネタが口の中でとろけていきます。まさに至福のランチタイムです。丼が小ぶりだったので少ないかなと思いましたが、意外と量もたっぷりあってお腹いっぱいになりました。海鮮以外にもラーメンやうどんもありました。大満足のランチの後はまだまだ気になる館内を見に行きましょう。2階におりました。左手には卵の専門店。産地や育て方にこだわった卵がずらりと並んでいます。個性豊かなお店が右にも左にもびっしり。ただ歩いているだけでもワクワクします。フルーツサンド美味しそうですね。続いては、だしや海苔などの専門店大浦屋。日本の食卓に欠かせない上質な素材を使ったお土産が揃います。馬肉専門店から、もちろん海鮮も、乳製品まで。こちらは老舗のマグロ仲卸が手掛けるオトラ。新鮮なマグロはもちろん、食べ歩きにぴったりな巻物など、ちょっと一息つくのにもぴったりなスポットです。アワビやホタテの串焼き。さすが豊洲です。マグロのカツサンドもありました。おでん屋さんの隣には、カウンターの海鮮のお店。大きな生けすが目を引く水鳥水産。これ以上ない抜群の鮮度が自慢です。こちらは和スイーツのカフェ。大行列でした。さらに進むと万葉の湯エリアに到着。実はここ、箱根や湯河原の名湯を毎日運んできている本格的な温泉です。万葉の湯の少し先を進むと、外へとつながる通路を発見。ちょっと出てみると、そこにはパッと視界が開けた美しい景色が広がっていました。爽やかな風を感じながら眺める東京湾の風景は最高ですね。外に出てきました。なんだか賑やかです。本当に江戸時代にタイムスリップしたかのような情緒あふれる美しい木造の街並みが広がっています。どこを切り取っても絵になる通り。お土産物屋さんがあったのでちょっと入ってみたいと思います。店内にはここでしか手に入らない限定グルメ、そして可愛らしい食器などもありました。日本酒とか、可愛い箸置き。両側には魅力的なお店がずらりと並んでいて、まるでお祭りに来たような賑やかさです。江戸の風情を感じますね。かき氷のある和カフェを発見。みんな食べ歩きしてますね。
こちらの大きな櫓、千客万来のシンボルにもなっています。店先ではなんと新鮮な鮎が丸ごと串焼きにされています。写真映えもしますね。こちらはもんじゃ屋さんであんバターたい焼きも売っています。隣には和カフェ。もうスイーツ天国ですね。江戸の情緒たっぷりの街並みと美味しいグルメを満喫したところで千客万来を後にします。ここからはゆりかもめに揺られて次なる目的地お台場へと向かいます。ゆりかもめは無人で自動運転する東京の新交通システム。運転席がないので眺めのいい最前列をゲットしました。レインボーブリッジや東京湾の大パノラマを遮るものなく見渡せる絶景路線なのでおすすめです。15分ほど乗車してお台場海浜公園で降りました。ここがお台場です。潮風がとっても心地よくて一気にリゾート気分です。そして見てください。目の前に広がるレインボーブリッジの絶景。やっぱりお台場に来たなっていう実感が一気に湧いてきます。周りを見渡すとレジャーシートを広げてピクニックをする家族連れや潮風を感じながらお散歩を楽しむ人たちなどみんな思い思いの時間を過ごしています。本当に東京の真ん中とは思えない景色です。少し歩くと水上バス乗り場があります。時期によっては浅草方面まで運行しているので、ぜひチェックしてみてください。少し階段を登ってやってきたのはお台場の人気フォトスポット。目の前に現れたのは有名な自由の女神像です。ニューヨークから送られたブロンズ像を忠実に再現したもので、レインボーブリッジをバックに佇む姿はいつ見ても抜群の存在感です。さて、楽しかったお散歩もそろそろエンディングです。お台場には素敵なレストランやショッピングモールが本当にたくさん集まっています。節約したい人はショッピングモールの地下にフードコートもあるし、満喫したい人はリュクスな夜景の見えるレストランもたくさんあります。夜景もどんどん綺麗になっていくので、私もこれからお店を探しに行ってきます。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。旅行の参考にしてくれたら嬉しいです。参考になったよっていう方は、高評価ボタンとチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。